んばんは、フェマールでございます。今日はですね、京都の国道477号線にやってまいりました。時間は深夜の2時15分となっております。清水沖ですね。今日のこちらの道なんですけども、酷な道の国道です。有名だと思いますよ。で、この道もぐねぐねなのも国道ですけども、今日の一番のメインスポットはこの国道477号線と、県道47号線かなの分岐点があるんですけども、分岐点というか交差点なんですね。その交差点の名前を桃井分かれ、通称桃井分かれと申します。そこが今日のメインテーマです。この道自体もめちゃくちゃこの道自体もめちゃくちゃ急なこちらつづら折れの道なんですけども、ここはまだまだ序の口でございます。そこの桃井分かれの境にめちゃくちゃそこからまたえらいことになってますんで、昔偶然の偶然なんですけども、ここを通ってすごいなと思ったんですけども、そうしたらなんかタモリクラブ見てたら、そのタモリさんがそこのこと言ってたんですね、桃井分かれで。めちゃくちゃ特徴的だったんで、やっぱそうだったんだって思ったわけですよね。百聞は一見にしかずです。そこまで行ってまいりましょう。そこまではまた速度違反といつもコメントいただいてしまう倍速編集でございます。距離が長いんで3倍速くらいかな。今現状はこれ広いんですけども、むちゃくちゃちょっと急坂ですね。ヘアピンカーブの連続ですね。ここもまたしてもヘアピンかな。で、至る所に砂袋が置いてあるんですよね。おそらくスリップ止めだと思うんですけども、半端なくあります。ここか。はい、来ました。これか。わかんねえ。わかんないでしょ、これ。今来たんですけど、これぐらいわからんのですよ。これ交差点ですよ、交差点。これ自分でもわからなかった。これを今これ交差点曲がりますよ。はいね、ここ入るけどほら1回で行けないんですよ、これこれちょっともう一回行こうか。今のね、本当に気づかなかったんで前準備なかったです。アウトインアウトで行きたいんですよね。今看板がこれあったから分からなきゃいけないと思ったんですけど、これ看板なかったんですよ。このまま行きますよ、まっすぐ。国道は左へ折れます。これ左、ここ分かるか、こんなん今ここは県道の、38号線になりました。また下がりますね。というぐらい見落としちゃうんですよ。それぐらい鋭角な交差点です。じゃあもう今回ちょっとこれは心の準備をしまして、万全を期しまして、アウトインアウトって感じで、もうほんと大回りで行きますよ。交差点ですよ、これ。今まっすぐ、これが道なりが477号線です。もう今対向車は来てないから。で、こ
こで分岐です。左です。もう右いっぱい行きますよ。そこから行きますよ。はい、交差点左折です。はい、行けません。切り返さないと。でもさ、これ1回でもダメだよこれ。あ、これ入り方まずいとダメだ。あ、これちょっともう一回やろうか。あ、ダメだ。今の状態だと2回行かないとダメですよ。もう一回行きますよ。ちょっと今度考えて。でもさ、こんな行きますよ。ここもうちょっとこっちから行かないとダメなんか。それでもダメ。はい、切り返します。そしてよいしょ、これで怖いなんじゃこの段はで行けます。ここから477号線になります。ちょっと一遍降りましょうね。じゃあ降りてみました。ここが477号線ですよね。でそしてこっちから見ると、これちょっと夜だから見にくいかな。この左ですよ。まっすぐ行ったら国道じゃないんですよ。まっすぐ行ったら県道なんですよ。ここが分岐点です。で左のここのなんかあぜ道行くような、なんかこここですよ。これが交差点ですよ。とんでもない交差点。ありえんでしょこんな。ほらここを曲がれとおっしゃるんですよ。そしてこっから先めちゃくちゃ細いです。実際私も上の方から下ってきて、もうこの桃井別れを目指してきてんのに気づかなかったですからね。目的意識を持った僕ですら見落としてましたからね。そして1回で切り返せないというとんでもないところです。桃井別れではこの先を行ってみますんでよろしくお願いします。あとそしてね、こういう箱がいつも道路脇に置いてあるんですよ。でこの中に何があるかっていうと、塩化カルシウム、要は融雪剤ですね。こんな量ないでしょ。福井でも、雪国福井でもこんなん置いてありますけど、せいぜい2袋までですよ。これ置きすぎでしょこんなもん。まもなく左斜め後方桃井桃園です。交差点の言い方じゃないやろ。みんな左斜め後方ですから。はい、じゃあ今看板見えましたね。そこを上がってもうすぐです。これわかんないでしょこれ。左斜め後方です。カーナビで言われてても、ここ曲がるんかいって。今はもうこれ3回目だから慣れたからいけんのかなと思いつつも、やっぱ1回できないですね。やっぱ必ず1回は閉まったかな。怖っおお、ちょっとしくじるとこうなりますね。怖っおおもっと大回りしないとダメですね。はい、じゃあ今からね、ここの477号線のさらに国道部分行きます。ここからは早送りしません。実況で行きます。すごい上り坂。今までのその桃井別れ以前はまだなんていうか、まだまだ幅が広がったんですけど、これ全然幅ないですよ。でもまだご丁寧に、これ前はこのガードレールなかったと思うんですよね。作られたんでしょうね。はい、また融雪剤です。ここはいるかな。ここ相当な上り坂です。そして退避所がない。これそこそこ交通量あるんじゃないかな。ここ退避所、また融雪剤。路面はえらい綺麗になってますね。舗装されてます。ちょっとはまた融雪剤。
ちょっとはなんか整備されてるんだろうけど、それでも退避場を作ってくれんことには、これどうすんのこれ。また融雪剤。うわ、はい、ほらほら融雪剤山のような融雪剤。ここにも融雪剤。半端ないっすよね。でこれ今対向車来てないからいいけど、来たらめちゃくちゃなことっすよこれ。対比でも少ないもんね。ここで今対比、ここちょっといやきつい。ちょっと広いかなと思ってその対比したイメージやったんですけど、無理じゃないかな。そして急な坂でまた融雪剤。これちょっとこの道は嫌だな。一応京都市へね、こっち向きは京都市向かってないんか。だけど京都の市街に近いとこだからそこそこ人通るんじゃないんかな。ここで退避できるかな、なんとか。これはきつい。また早送りします。これお地蔵さんかな。ありがとうございます。ここが桃井峠の上かなになります。うわー、狭小狭小。これは狭小だわ。でまだこのガードレールができたからいいですけど、これガードレールなかった頃なんかもっとひどい目にあったでしょうね。これでも嫌だな。冬は雪降るとか凍結の時には来たくないですね。僕は嫌だな。ここ通れって言われても遠回りで10キロ遠回りでも10キロ遠回りしますね。これは嫌だわ。これは険しい。しかも路面悪い。桃井青少年村と書いてあります。花火場。国道育成の青少年の家ですね。これは思わず前かがみになっちゃうよこれ。ここはまだ広いかな。マックスはさっきの桃井別れの表彰区間ぐらいなのかな。これが青少年旅行村はなんか寂れたバンガローみたいなのがありましたけど、それなんかな。これでも青少年村あったとしてもここまで来るバスのんちゃんがかわいそうですね。僕なら風邪をひいたと言って休みますね、運転手だって。人里かな。それでも狭すぎる。マップ上見るとまだまだ国道な感じですね。もうちょっと開けたとこまで行くまで頑張ってみます。撮影の方ですね。神社が人里ですね。集落出てきました。集落出てきたけど、ここの集落の人が京都の町行くにはここ通っていくんでしょうね。か町行くのにもうこのまま下っていって大津方面行くかですよね。僕なら大津方面行くな。
塩カルじゃなくてなんか砂っぽいのがあったな。土のう的なもん。おー、にぎにやった477号線って書いてあるからこそ国道って思いますけども、なかったら完全にこれはもう林道。なんでこれ。あ、なんかすげえ道は広いんだけどむちゃくちゃ急斜面、半端なく急斜面、そしてまた融雪剤が40キロぐらい入ってますこりゃやばい。また急坂。今オートマの L まで入れてます。 L で入れてんのにアクセル離すと加速しまくってます。この辺も狭小区間。ここでなんとか2号できるか。厳しいな。また急坂。まあさらに急坂。エンジンブレーキ L にしてブレーキ強く踏まないと加速しまくります。これどこまで続くんだこれ膨らんのこれ。2、4、6パー30袋ありますね。それ一個一個がすごいよな。大ヘアピンか。うわー、フォークスリーブ。L エンジンブレーキ L。 信号機あり。何してんの。あ、道路の拡幅工事やってますね。やっぱそれ何通るんでしょうね。こう105。はい、復活です。またすごいヘアピンカーブ。ヘアピンカーブばっかりな最近。でも夜中来たのがね、夜中の西来ましたけども、そういった意味では怖いけど、対向車来ないって意味では怖くないからよかったかもしれません。道が広くなったかな。お、広くなった。やっとまっとうな道が現れました。まあ思い別れもさることながら、その先の国道のこの狭小区間も相当でした。対向車来てなかったからよかったんですけど、これ対向車来たらえらいことになってましたね。勘弁してください。はい、じゃあそんなところで今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。ふまるでした。ありがとうございました。バイバイ。